んにちは、料理家の今井真美です。アシスタントの野島次郎です。今日は、はい、私といえば、はい、梅です。はい、いやすごい量が。なぜなら今井真美のときめく梅仕事という本を出していて、はい、これは本当にいい本。オイル漬け、オイル漬け、オイル漬け、梅のイメージがないんだよな。その梅仕事イコールオイル漬け、タッパーに入ったちょっとプラスチック容器に入ったもの珍しいからね。でもそういう面白いちょっと変わっている梅仕事ばっかり集めた本でちゃんと梅干し、梅酒、梅ジュースとかも入っているんですが、その中でですね、このカリカリ青梅のカリカリ砂糖というレシピをご紹介しています。でこれはこの青梅ですね。青梅を使った、梅仕事です。で今日はこの青梅を使ってカリカリ砂糖漬けを作るんですが、さらにこの本にプラス木の芽。なかなかね、皆さんお持ちの木の芽とは言いにくいんですけど手に入りにくさはすごい。手に入りにくさはあるんですけど、木の芽をちょっと入れるとすごくこう大人っぽい味になって美味しくて、でもしない方はローズマリーとかミントとかハーブで代用できる、いろんなちょっとハーブを入れてみてください。はい、それでは早速始めていきましょう。まずですね、この青梅、これねちょっと黄色くなっちゃってるんです実は。ね、これぐらいの青梅で作ってもらうといいかなと思います。はい。でまず梅仕事ってそのままお砂糖漬けにしたりとかで、塩漬けにすると梅干しになるんですけど、なんせ水気が厳禁なんです。はい、痛みの原因。そう、カビが入る原因になるので、ちょっとちゃんと水気を拭き取ってあげましょう。そのヘタの部分とか。そうそう、ヘタの部分ね。で今回はもう爪楊枝とか竹串でヘタをピッピッて取るんやけど、もう今ここグイッと指でいっちゃったと。指でいっちゃっています。まあそれぐらいラフな感じでもラフな感じでいけると。はい。後でね切り取ったりもするから、でこういう傷がついててもこの梅仕事できます。だから梅仕事する前には布巾とかキッチンペーパーをちょっといつもより多めに準備しておくのがいいですね。とにかく水をしっかり拭き取ると。水をしっかり拭き取ります。よく梅仕事をしているとヘタってどれですかって言われることも多いんですよ。でその場合ヘタが見つからなかったら、多分木から取る時にヘタが木の部分にくっついて梅の実にはついてないっていう場合もあるんですよ。あっち側に残ってると。そうそうそう。だからその場合はもう無理してヘタを取ろうとしなくて大丈夫です。探そうとしなくて。しなくて大丈夫。でそれではこれの梅の実を包丁で種から外していきます。包丁で外せるんだ。こんな風に。桃の切り方みたいな。そう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 。で、よいしょと。こんな風に剥けるんですよ。そういうことか。そうやってやるんです。種からね。このぐらい青梅じゃなかったら結構中柔らかかったりするんですよ。でまあそれでも別に大丈夫です。結構皮の部分はシャクシャクしているので、はい。よいしょ。でそしたらこれお砂糖今回 100g です。梅200に対してお砂糖が 100g。なので梅シロップとかはだいたい同量入れるんですよ。1対1って1対1。だけどこのカリカリ砂糖漬けは2対1くらいで大丈夫です。その代わり結構酸っぱいの。でこれ種も実も全部。種も一緒に入れる。それは種はちょっとしゃぶったりとかしたら飴みたいに美味しいんで。で、包丁を使う方は今みたいな感じでしてください。で、私はこの梅割り器を持っていて、ずっと気になってました。それなんだろうと思って。私はこの梅割り器を熱くみんなに進んでいて、こうすると今ちょっとねこれ熟してきているのでブチュってなっちゃうんですけど、簡単に種と梅が
離れるんですよね。ああ、そのなんかちょっと潰してうん揉んでるというか、そう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 いうことか。うんで空洞ができるんだ。そうはいはい。で完熟だとさっきの甘噛みみたいにうんうんすればいいし、うん。うんでこのぐらい青梅だとバキッと、あでもこれも結構柔らかかったかな。こんな感じでへこむので、はいはい。しっかり剥がれるんだ。そうそうそう種離れがいいというか。そうああ、なるほど。だからもっと青梅でやるあ本とバキッとはいはもうほんと気持ちよくパキッと割れまい。す、へえ。ちょっと熟してきてる。うんうん。圧倒的に包丁だけでやるより早いんですよね、うんうん。これ青梅が理想って最初言ってたけど、それはどういう理由で？カリカリ、カリカリを欲しいのか。はいはい。これちょっと柔らかくなってるから、はいはい。でも柔らかくても美味しいうんうんので全然大丈夫です、よく梅シロップ作る方が、はい。残った梅の実ってどうすればいいですかっておっしゃられるんやけど、これやったらもう梅の実も食べれるし、ごといけるしね。そう、はいはい。エキスもシロップとして飲めるので、うんうん。すごく便利。ほらこんなむにゅっと出てるまあでもそれぐらいもあんま気にしなくていいと。全然この甘噛みみたいにして、はい。だから結構熟度がまだかなって思いながらも内部は意外と柔らかくなっているのよね、はい、もうこの後はお砂糖と木の芽を混ぜるだけ。それだけ。はい。でお砂糖に入れました。はい。じゃあとりあえずこれでおしまい。それではですね、さっき梅を細かくして入れたので、お砂糖と混ぜていきます。でこれお砂糖何でもいいです。蜂蜜でもいいし、好きなお砂糖を使ってください。はい。黒糖とかやとちょっと黒糖風味になっちゃうかな。仕上がりも黒っぽくなる。黒っぽくなる。色のついてるお砂糖を使うと、ちょっと色がそういう感じになっちゃう。でこれお砂糖が馴染んだら出来上がりなんですよ。出来上がりなんだ。そう。その一晩置きますとかじゃなくて、一晩置いた方が、こう甘みが馴染むので、酸味が立たない。どんどん置けば置くほど酸味が穏やかにはなっていくんやけど、染み込んでね、食べれるのはもう今食べれる。今だとそのコントラストがあるというか、甘い、あれ酸っぱって感じ。すごくない？それもうなんか梅仕事っていうのってなんかもう長い期間かけてやるイメージが強いから。そうだよね。そう本当に大変なイメージが皆さんあると思うんですけど、そんなすぐ食べていいんだっていう。そう。それはカリカリだわ。カリカリ。でこのぐらいお砂糖が馴染んだら、木の芽も。そこでね。これ木の芽ね、全部で重量で言うと1グラムとかやってんけど、もうこれほんまに好きななんてやろ分量、もう家にちょっとあったらそれ入れればいいし、例えば大葉とかでもいいんじゃないかな。大葉ね。お砂糖しっかり入っているからそんなにすぐ傷まへんと思うのよね。あとね、茹でた山椒の実とかでも大丈夫です。茹でた山椒の実、ちょっとだからアクセント。そう香りとかね。梅と山椒って合うのよ、やっぱり同じ季節やし。そういうことか。あとなんかちょっといい感じでだいぶなんか響きがね高級な響きがしますこれをねゼリーとかにして、これは木の芽も入ってるんですよって言われるとちょっと嬉しくなりますよね。それでなんか寒天とか固まってる感じだったらいいね。上質なデザートだ。木の芽を全部茎から外して入れました。もう砂糖もだいぶ馴染んで、ものの 1,2 分で。そう本当にこれは早いんですよね。これでもね、外の野外ロケとかにこれ持ってってみんなに分けたらすごい喜ばれた。キンキンに冷やしていって。
甘酸っぱいからすごい口の中がこうスーッとする。マネージャーが作ってくれるやつだ。スポドリなんだっけ、レモンの砂糖漬けみたいな、ちょっとその経験はないんですけど、なんかそれ漫画とかじゃない？輪切りにそう酸っぱいやつ。古いし、ちょっと多分古いし部活でさ、木の芽入り持ってこられたらちょっとびっくりせえへん。それはどっか料亭の方なのかなと思っちゃう。いや、この葉っぱ何ですかって言っちゃうはい、これで出来上がりです。これだからさ、薄切りの生姜とか入れても美味しいと思う。今ね、そう、生姜のイメージをちょっと、だからそのジンジャーエールに寄せるというか、あとなんかね、甘酢にちょっとお酢入れちゃって、ガリに混ぜるみたいなね、とかでもいいかも。はい、これでじゃあ完成です。早い。すごい簡単。今の段階でも食べてみれるので、早速ちょっと試食してみましょう。はい、いただきます。じゃあまずは私が先に試食していいですか？はい、どうぞ。本当に出来たてで、作ってもう5分とか。美味しい。シャキシャキしてていい感じ。シャキシャキして、結構今回がっつり青梅じゃないから、出来たてでも食べやすいです。なるほど、そういうことか。次郎さんもよかったらちょっと味見してみてください。じゃあいただきます。さっぱり。はいはいこれは美味しい。なんか普通になんて言うんでしょうね、これね。なんかでもさ、私いつも思うねんけど、メロンっぽくない？そう言われてみれば、甘酸っぱい、やっぱ青いからかな。青い感じか。甘酸っぱいメロンの鼻に抜ける感じがメロンのところあるわ。だから華やかなんだよね、香りがね、すごい。やっぱ梅ってやっぱフルーツなんだなって当たり前だけど思うっていうか。そうなのよ。これは結構そのなんか一つデザートっていうか、そういうの成立してる感じがある。そう。これがなんかちょっと最後に出てきたら嬉しい感じはあるよね。これで木の芽の香りもね、このシロップというかこの液体というかにしっかり移ってるから、たったこの5分10分の間にすごい、これはなかなか結構感動的な美味しさでね。渋みとかえぐみっていうのが嫌な感じじゃなくて、なんか奥行きを与えているような感じがするので、すごい美味しい。だから全然出来たてでも味見はできる美味しさですよね。すごい。よかった。ちょっと室温に置いちゃうとどんどん柔らかくなっちゃうんですよ。熟しちゃうと。そう。だからこのシャクシャクをせっかくだから味わってもらいたいので冷蔵庫保存で、この梅の実がシロップに使ってる方がいいですね。その頭が出てない状態。出てない。で、だいたいうまくいったら6ヶ月ぐらいは。6ヶ月。思ったより。1年ぐらいは本当に冷蔵庫の中で結構日持ちするんですよ。だからこんな風にちょっと身を沈めてあげて、カビさえ生えなければ大丈夫です。ぜひ皆さん、梅仕事ってやっぱりね、ちょっと難しいなとかハードルが高そうだなっていうイメージがあると思うんですけど、今回 200g なので、スーパーで売っているものがだいたい1キロなんですよ。1袋はね。1袋が。だから5分の1これに作り変えてもらって、でまた違うものは作ったりとか、少量ずついろんなことを試すのがおすすめです。ぜひ皆さんも試してみてください。レシピの詳細は概要欄をご覧ください。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録もお願いします。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。